シーク鈴木。収入は低め、血圧は高め、司令官クンスクンです。突然ですけども、新型エブリィ買いましたというのは嘘で、ハスラーの新車を買うことになりました。明日ディーラーに注文しに行きます。ただいまですね、私の本意にしているスズキのディーラーに向かっております。今回はちょっとガチっぽくなってきてます。というのはエブリィをね買い替えとかじゃないですよ。このエブリィはまだまだ乗りますし、チャンネルのね大事な主人公なのでまだまだ乗りますけども、増車、うちこの私の乗ってるエブリィと偽 MR ワゴンね、2台軽自動車体制なんですけども、息子のね車をね買おうかと。特にね息子の住んでるところはね街中で車のいる環境でもないんですよ。学校もね歩いて行けるしバスも走ってるんですけども、熊が出没しまくっていてですね、息子の大学に行く通学路の途中の病院、もう本当に息子の家からね数百メーターというところの病院のロビーに熊が寝てたみたいな事件もあったんですよ。で、秋田県で今熊出没しまくっててやばいんですね。非常に心配だと。なので車でね通学すれば、熊に襲われてもとりあえずは大丈夫なんで車を買うしかないんだけどっていう話をしたら、ぜひ車を買いなさいというですね今回の話になっているんですね。うちのお坊ちゃん用に買います。お前収入低めじゃねえじゃねえかっていうツッコミ入ってきそうですけどもね、がっつりローン組みます。がっつりね、多分6年か7年組みます。安心してください。収入は低めです。はい。とは言ってもですよ、大学生に車買ってやるなんてなんて贅沢なんだっていうふうに思われる方もいらっしゃるかもわかんないんですけども、公共交通機関が乏しい田舎ではこれ生活必需品なんですよ。なので、いずれね私の家では、息子と娘いますんで車がもう一台必要になってくると、それで車を買うっていうねことで動いてたんです。特に安いうちに車を買っとこうっていうね、そういう腹で動いてたんですよ。で、安いうちにって話ですけども、これは新型エブリィの動画とかでも話をしてるんですけども、燃費規制とか騒音規制に対して絶対に電動化技術がもっともっと入ってくるんですよ。そうなると車はねものすごく高くなるんです。軽自動車も今200万円に近づいてますけども、200万円は平気で超えてくるんですね。ハイブリッドが必須になってくるとさすがに100万円台前半で売れる車なんか一つもなくなるんですね。となると今純ガソリンエンジン車とかマイルドハイブリッドとかの安い車っていうのは今しか手に入らないです。さらに言うとですね、物価がどんどん上がってしまった、資材価格が上がってるから車がどんどん高くなってしまったという要因でも電動化の波に、加えて物価高というところで車の値段がどんどん上がっているということで、このチャンネルのテーマの生き延びる中高年になってこれから生き延びていかなければならないという局面で頼りになってくるのがこのスズキのハスラーという車だと思います。エブリィはもっと頼りになるよね。これは前輪駆動だから4駆だとわちゃ。このチャンネルはエブリィのチャンネル、競馬のチャンネルなんで、この車興味ない人もいっぱいいるしよく知らんっていう人も多いと思うので、ちょっとねカタログを元に説明をしていきたいなと思います。この車はねベースに乗用車があって、それに車高をちょっと上げてタイヤでっかいタイヤ履かせたっていうだけの車なんですよね。これはワゴン R に大きなタイヤ履かせて車高を上げただけの車なんですよ。でこの SUV チックなジープチックというか 4WD 車っぽい外観を与えてるんですね。人気はすごくあって、こういわゆるスライドドアではない車の中では一番売れてるらしいんですね。
それがこのハスラーなんですよ。女の子にも人気あるしね。知らない方のためにちょっと説明をすると、安い方と高い方がある。で、ターボとノンターボがあるっていう構成なんですけども、これがね、高い方のハイブリッド X。アルミホイルとかフォグランプが標準でついてるのが X っていうことなんですね。それに対して安い方が G。スズキのね、安い方のグレードは G なんですよ。G。これなんですかね、G ってね、理由がね、X と G なんですけど、これ私はね、ジムだと思います。ガンダムに対してジム、ビームサーベルがこっちは2本あるけど、こっちは1本しかないとかね、装備を省いた安物っていうのが G。だからジムで、はい、それぞれターボとノンターボがあって、4WD と FF があると。で、さらに、今年のね、5月に追加されたのが、このタフワイルドっていうね、グレードがあるんですよ。これはね、アウトドアテイストを高めたようなデザインで、要はフロントバンパーの自主備品が変わったりとか、アルミホイルの売り方が違うとか、要は後期型にありがちな儲かる、メーカーにとっては儲かる仕様です。ということで、これ値段の順になってないんですけど、一番安いのが G で X、一番高い、タフワイルドという構成になってますね。で、今回のテーマ、値上がった後に買っちまいました新車っていう話ですけども、ハスラーはね、この最初の出た時、実質2020年の1月から4年を経て、これね、1型、2型、3型っていうことらしいんですよ。エブリィは今6型までなんですけども、このね、今年の5月に出た6型になってぐーんと値段が跳ね上がっちゃいました。このね、最初の1型の値段と3型の、値段比べるとビビりますよ。これが1型のカタログです。これね、実はバージョン違いみたいなカタログもあるんですよね。これ違うんですけど、これこのイラストが入ってるかどうかっていうね、これヒースヒーリングじゃねえや、キースヘリングか、はい、ヒースヒーリングじゃ格闘家になっちゃうね。キースヘリングですね。キースヘリングのイラストが入ってるのが最初期型で、こっちはね、このイラストがなくなったやつが、これ中身確認したんですけども、エコカー減税の税制が変わったんで、カタログが変わっただけみたいなんで、こっちは省いて、ちょっとこっちだけで話をしたい。同じ1型のカタログです。最初にね、出た時の値段ね、価格 X っていうね、高い方のグレードで比べてみたいと思うんですけども、デビュー当時の価格が 2WD FF ですね、4WD じゃない全輪駆動で151万8000円、151万8000円です。で、今年の5月に変わった3型はおいくらかと言いますと、167万2000円。15万4000円の値上げですね。15万4000円上がっちゃいましたね。ただ、初期物のハイブリッド X は、実は、ノンターボの方は、ACC、いわゆる高速のね、追従機能付きのクルーズコントロールが付いてないっていうのがあるので、ハイブリッド X ターボで比べるとですね、最初期物は161万2600円。それが175万1000円になりました。いくら値上がったのかというと、14万2500円値上がりしてます。ただ、細かいところでは、X で比べると、細かいところで装備がプラスされてるんですね。なので、一概にただ高くなったっていう話でもないんですけども、そういう装備もろもろをね、差し引いたとしてもですね、X は13万円値上がりしました、今回。2022年のモデルから2024年5月のモデルに変わって、X は13万円、約13万円上がってました。で、G の方は約7万5000円しか上がってないんで、G の方が上がり幅がちっちゃいです。X が高くなった。明日ね、スズキのディーラー行って注文してくるんですけども、はい、私が買うグレードはどれでしょうか。当然、収入が低めな私が選ぶ、軽バン大好きな私が選ぶのはもちろん、ハスラー ジムです。ノンターボ 4WD、これに決定。値上げ幅がね、小さくて、なぜかね、今回内装の差し色、シートの横にね、色が入るんですけども、それがね、高い方はね、入ってなくて、真っ黒系の内装なのに、安い方はね、差し色入ってかっこいいんですよ。なんで安い方がおしゃれなのっていう話ですけども、なかなかナイスなスズキの計らいだなと思いましたね。で、私がね、G にこだわるポイントもう一個あって、ハスラーって専用のね、鉄ホイールが専用にデザインされてるんですよ。
これ大事なポイントです。他のね、普通の、例えばエブリィだったら、鉄鎮ホイールは普通のね、汎用品のホイールじゃないですか。これはね、なぜかね、ハスラーわざわざ鉄ホイールを、初代もそうなんですけども、デザインしてるんですよ。これすごいね、好きでね、アルミホイールなんか選ばずに、やっぱハスラーの特徴はね、このデザインされた鉄ホイールにあるんじゃないかと私は思ってるので、当然この G ですよ、ジムグレード。はい、買います。ジムグレードはハスラー最強。かっこいいですよね。7万5千円損したわけですよ。残念ながら。今年のね、5月以前に発注してた車は7万5千円安く同じ内容の車が買えたんです。ハスラーの G も、今買うよりも、今年の多分3月ぐらいまでは発注できたと思うんですけども、安く買えたんですよ、7万5千円も。7万5千円損しちゃったんですね。この後に及んで買うっていう形になってね。でもね、それはね、仕方がないです。やっぱりね、ずっと2年前から早く買った方がいいよってことは言ってたんですけども、なかなか聞く耳持ってもらえなかったし、熊に襲われるっていうね、話が出てくるまでは車の苦なんて全然なかったから、だからまあしょうがないですね。で、さっきですね、カタログとかウェブサイトを見ながらワイワイガヤガヤと家族でね、楽しい車のね、オプション選びをね、楽しみました。すごくね、幸せな時間でした。いろいろボディカラーの選択とかね、意外と私の意見は全然通らずにね、嫁さんもね、息子が乗るんだからあんたは口出しするなみたいな感じでね、ちょっと悲しいとこもありましたけど、最終的にはじゃあここは譲るけどこうだっていうね、代わりの提案とかをしてね、私も納得できる内容に決まりました。明日ね、最終的な値引き交渉とかして、あんまり値引き交渉しませんけどね、人間関係が出来上がってるんで、あんまりもう銭ゲバみたいにね、あれもつけろこれもつけろ安くしろなんていう話はしませんけど、安くなったらいいなと思いますね。で、最後に競馬のチャンネルである司令官コンスコンチャンネル的に皆さんにお伝えしたいのは、エブリィにしても何にしても車買うんだったらもうとにかく早い方がいいです。値段が下がる要因は全くないですからね。これまで異次元のなんとかでマイナス金利みたいな変なことになってて、異常にね、賃金は上がらないし物価は上がらないみたいな状態になってましたけど、その反動でこれからね、どんどんね、物価も上がっていくでしょうし、金利も上がります。はい。ですから、ローンを使う人なんかはね、特に、車はね、すぐ買った方がいいんですよ。で、来たるべき規制に向けて、電動化技術がどんどん入ってくるとして、だからといって、車の内容が楽しいものになるかというとそうじゃなくて、ただただ燃費規制をクリアするとか、ただただ騒音規制をクリアするとか、それだけのために技術力を投入して、で、値段が上がると。じゃあそれユーザー目線的に見たら何の得があるかっていうと何の得もないわけですよね。それは地球温暖化防止とか、燃費が良くなるからガソリン代がね抑えられると、自動運転の技術がどんどん発達してそれで車が安全になることはいいことなんですけど、いろいろそういう面はあるかも分かりませんけど、本当にね、車ユーザーの目線からしたら価格の上昇に見合ったユーザーの得られるメリットがあんまりないような、車を買うんだったら今のうちの方がいいかなと私は思います。そしてなかなかね、奥さんの了解とか得るのは難しいですから、どんどんね、早めにのね動きをして、チャンスが来た時にはパクッと決められるように動いておきましょうということで、今回はね、私がねハスラーを買うという話から車の買い時は逃すなというのが結論ということになりました。はい、では次回の動画でお会いしましょう。ジーク鈴木。今回の動画のお味はいかがだったでしょうか。司令官コンスコンがお送りしました。おっさんは生き延びることができるか。